皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今日は天然を超える究極のうなぎが爆誕したという話を聞いて、うなぎの名産地である静岡県の浜名湖に来ております。浜名湖で125年の歴史を持つ生産者の方々が英知を集めて作り上げたそうで、幻のブランドうなぎになります。それがデシコといううなぎです。デシコの何がすごいのかというと、大きくて肉厚でありながら超柔らかくほどけるような身質と口どけのいい上質な脂です。普通は大きいうなぎといったら骨太で食べた時に骨が気になったり、筋肉質な身質で弾力がありすぎたりします。そのような大きいうなぎに対する今までの常識が覆るようなすごすぎるうなぎです。なぜそんなうなぎになるのか、その秘訣とうなぎにかける思いを明らかにすべく、動画の前半ではデシコの生産者の方に早朝から丸1日密着してきた様子をお届けします。また動画の後半では実際にデシコを食べられる浜名湖のうなぎ屋さんでかば焼きと白焼きの食べ比べもしてきました。そして長年うなぎを扱ってきた料理人さんは何を思うのかも聞いてきました。最高峰のうなぎができるまでの舞台裏の全てを映した超貴重映像になっているので、ぜひゆっくりとご覧ください。うなぎ好きの人や浜名湖に行く予定の人はもちろんのこと、生産者さんや料理人さんの熱い思いが好きな人はさらにこの動画を楽しめると思います。それでは本編へどうぞ。よろしくお願いします。今回新たなブランドのデシコがまず大豆イソフラボンを餌に入れてメスうなぎを育てるっていうところが前提になるものですから、秘訣ってことですか？これがね大豆イソフラボンになるんですけど、入れながら作った餌を小さいうなぎに、何を食べるかで性別が変わるってことですか？そうですね、うなぎ自体が雌雄同体で成長していきますんで、通常の養殖だと天然界にはない過密の養殖の中で、ストレス等もあるものですから、なぜかわかんないんですけど 90% 以上がオスになるっていうところで、稚魚期から大豆イソフラボンが女性ホルモンに似た作用があるので、それを与えていくとメスの刺激があってメスになっていくっていう、 100% そうなるっていうわけではないんですけど、規定量等を守ってしっかりやれば9割以上はメスにできるかなっていう。なのでオスとメスが逆に比率になるかな。でこれが魚の粉、魚粉になる餌ですね。で稚魚の小さいうちと大きくなってからっていうのは、魚の粉自体はあれなんだけど、やはり稚魚の小さいうちは水をある程度多く入れて柔らかくしてあげないといけない。で大きくなると逆に水を減らして硬くしていくっていう形になるので、その中にでんぷんが入ってて、そこで粘着を上げて練り上がるような、こういう餅のような状態にするものですから、その辺で大きくなったやつと小さいやつとではちょっとその比率が変わってくるっていうか、餌の内容が変わってくる。なんか魚粉餅みたいな感じですね。すごいいい匂いしますね。魚介系のラーメン屋さんの匂いがするというか。ちなみにこれはどれぐらいのステージのうなぎ用の？しらすうなぎを池入れしてから1ヶ月ちょっとぐらいですね。この池の中に大体何匹ぐらいいるんですか？5万。5万5万はいますね。その中から生き残れるのって大体どれぐらいなんですか？基本的には全てを生き残らせるっていうか。そうなんですね。はい、途中で死んじゃったりするやつはいるんだけど、でも極力それを抑えて餌をやっていくと、やっぱりこう成長の早いの遅いのいるんで、そこをうまくこちらも選別をして、大きい個体は大きい個体、小さい個体は小さい個体で飼っていくことによって、その小さいのも育ってくるっていうか、餌が食べれる状態を出荷までに5回6回、多ければ10回ぐらいまで繰り返して、極力全てのうなぎを出荷するっていうことは考えます。しらすうなぎは最初に1つの池で飼うんだけど、それをずっと飼ってると尾数も多いですし、こちらとしてもリスクも高いもんですから、ある程度1ヶ月ぐらい経った段階で分けてあげる。それによって尾数も分散されて、薄く飼うっていうんだけど、包容密度を少なくすれば養殖家としてのリスクも抑えれるし、うなぎとしても過密ではない分成長が早くなるっていうか、でストレスも減るんで健康にも良くなるっていうところで、ある程度タイミングでは分用って振り分けて選別していくっていう形。のびのびと育つみたいな。そうの方が、ちなみになんですけど、そもそもこのしらすうなぎっていうのはどっからやってくるんですか？海からやってきます。海で捕まえるんですか？卵がマリアナ海溝っていうところで、そこから台湾の方を通って黒潮に乗って日本に来るので、この浜名湖周辺で取れたしらすうなぎなんですか？そうですね。このしらすうなぎ自体も貴重なものですか？そうですね。この池の広さに対して、はい、このしらすうなぎの量っていうのは普通のうなぎの養殖場からしたら少ない方なんですか？少なくはないですか
トータル的には少なくないけど、この池に対してこう、例えばこの27キロのシラスウナギをこう今3つに割って、ここ120坪あるんですけど、そういう広さのところで3つに割って飼うっていうと少ないと思います。トータルのシラス量の池入れが少ないかっていうとそうじゃないけど、なんで池繰りっていうんですけど、その池をどう使うかっていうところでいくと、この段階で3つに割っていけるっていうのは少なく買えるのかなとは思うんで、うなぎにとってはいいかな。シラスウナギのその仕入れ価格もそんなに変動するもんなんですか？そうですね、しますね。やはり取れ高とか、ただなかなかこう、シラスウナギ自体が食べることないじゃないですか。食用にはならないので、まあ要は養殖業者がそれを購入してうなぎに育てて初めて商品になるところがあるので、極端な高値とか極端な安値とかそういうのはない方がいいんじゃないかなとは個人的には思います。あまりにも極端に高くなりすぎると、じゃあそれをまあ我々は購入して育てるんだけど、うなぎになった時の値段にそれが反映してきちゃうので、高いうなぎをお客様が食べていただけるのか、そういう問題が必ず出てくるので、あまり高いのが続くとうなぎって食べれないよねっていううなぎ離れが起きてくることにもつながると思うので、あまり極端な価格変動っていうのはない方がいいのかなとは思うんですけどね。シラスウナギ仕入れる時って結構もう国際競争になってたりするんですか？中国も池入れするし、中国でも結構取れるんで、ああ、そうなんですね。どちらかというと日本で取れたシラスウナギが中国へ行っちゃうっていう感じはないかなと。あまり取れが良くない時だと、海外で取れたのもやはり自分の自国でも入れるし、日本の業者もみんな受け入れしないと商売できないとかやれないんで、それを買い付けるのに取り合いになる。国内で取れたやつもみんなが一斉に欲しいよっていうのは当然高くはなる。そうですよね。価格の平準化は難しいですね、なかなか。難しいですね。一番ピーク時大変なのはどういう時ですか？ここの池が16面池があるんですけど、それを全部使って飼ってる時は16個要は世話をしなきゃいけない。その時が一番大変だし、出荷までに選別をそれこそ4回5回やっていくので、16個の池を選別するっていうと毎日やっても月の半分は選別をしなきゃいけないっていうところが大変です。で毎日はね、なかなかこうやっぱそういう人の問題もあるのでできないので、週に2回とか多くて3回ぐらい。そうすると1月ずっとやって一通り終わった頃にはまた次のやつをやらなきゃいけない。出荷が進んでいけばだんだんそう空いていくので楽にはなるし、シラスウナギの初出荷が来るまではやっぱり安心できないっていうか、魚体も小さいっていうところもあって、ちょっとしたことで死んじゃったりっていうリスクもあるので、その気遣いっていうかで、それが育ってきて初出荷すると、あ、なんとか今年も初出荷できた、よかったなっていうところで一安心。会社でいうと仕入れて餌やって育ててって出荷しないとお金にならないんで、そうですよね。それまでが一番気を使うっていうか大変かなと。そうです。シラスウナギ入ってくるじゃないですか、出荷できるまでトータルどれぐらいかかるもんなんですか？早くて7ヶ月ぐらい。そんなかかるんですね。7ヶ月間で初出荷ぐらいには1年半はいかないですかね。じゃあ7から10何ヶ月、15ヶ月とかその感じ、そのレベルなんですね。でその間にまた次の途中でシラスウナギの、1年後にはシーズンが来るので、そこでまたシラスウナギ受け入れしてっていうところで、ずっとまあ養殖の池にはウナギが何かしらはいるっていう状況なので、ある意味休む時はないっていう感じですかね。ここまで成長したら出荷できるみたいなラインってあるんですか？だいたいうなぎの流通は基本的にはまあ 5P 以上。うなぎの場合ね、サイズを P 数で言うんですけど、1キロに対して5本物だったら 5P、4本物だったら 4P、3本だったら 3P っていう言い方をするんですけど、基本的には 5P、1匹 200g ぐらいがうなぎの流通する一般的なサイズなんで、200g 以上になればだいたい出荷。我々としては 5P で出すよりはある程度もうちょっとボリュームアップして 4P ですとか 3P っていうところへ持っていきながら出荷していく方がこっちの養鰻家としては効率がいいかな。
4P 以上ぐらいにしていくのが一番効率がいい。そこまで飼っていくのがいいのかなとは思うんですけど、5P から 4P にする 3P にするっていう間も餌をやっていかなきゃいけないんで、そこをいかに薄く飼いながら健康に育てて効率よくそこまで持っていくっていうのが養鰻家の腕かなっていうところはある。他のその養殖うなぎと比べて大きいってことですか、こちらで育ててるのは。そうですね、ちょっと大きめにはしてるかな。うんうん。これ上気をつけて。ほんとサウナみたいですね。そう、これ夏きついっすね。夏すごいよ。この中湿度がすごいですよ。この泡みたいなのは何ですか？日数をある程度飼ってるので、水がもう出来上がってるっていうか、バクテリアとか結構豊富にいるんです。だから最初の水は全然水ができてない、はい、逆にうなぎで言うとできてないっていう感じなんだけど、やっぱ餌をやったりしていくと水が汚れてくるんで、それによって水の中に不要なものを分解するような微生物が豊富にできてくると、こういう泡ができたりしてきます。栄養満点の水ができてる証拠ってことですか？今ここの池にいるサイズのうなぎは、さっきのシラスウナギの時点からどれぐらい経ったらこのサイズまでなるんですか？ここのはちょっと時間かかってるんで、10ヶ月ぐらいですね。10ヶ月、はい、全然嫌な匂いがしないというか、そうですね、臭いなーっていう感じなんか臭いみたいな、見た目だけだと正直そういう匂いってあるのかなって勝手に先入観で思ってたんですけど、全然臭くないですね。それはやっぱ与えてる餌の質ですか？それは多分沈殿層とかの効果もあるし、今うなぎにうちはオリゴ糖をあげてるんですよ。そのオリゴ糖が要は腸活、うなぎの中にも医大の先生と静岡県の水産試験場でいろいろ研究して、うなぎの中にも善玉菌がいると。善玉菌がすでにいるなら、善玉菌をより増やす、元気にすることをして腸活したら健康なうなぎに育つっていうところで研究して、でそのオリゴ糖を餌に混ぜてあげることによって腸内の善玉菌が増えて、食べた餌が消化していけば多分糞とかのそういう匂いも変わってくるとは思うんです。そういうことですね、それによって毛の臭さもなくなる。水ができて強い水になると水が分解してくれるんで、微生物が、これやっぱ餌の感じ全然違いますね、さっきと違うんですよね。おお、またすごい力強いな。すごい。なのでさっきの大きさとは全然違うんです。すごいな。これカメラ越しで伝わるかな。ものすごい迫力ですね。これってこんだけ密集してて身が傷んだり傷ついたりってことはないんですか？ない、それはないですね。やっぱり軟体でヌルヌルしてるからそうならないんですかね。そうですね。これもう今の時点では、イソフラボンは入れてないですか？もう入れてないです。もうこれはもうメスになってる状態ってことですか？すごい綺麗な色してますね。デシコの特徴っていうか、本来この時期ぐらいになるともっと黒くなったり茶色くなるんですけど、やはりこの時期でも青みがかってるっていうか。これ今この餌の食いつきとか、今ここに上がってきてるうなぎを見て状態の良し悪しとか、いい具合に育ってるなとか、そういううなぎの健康度合いみたいな、そういうのって見られるんですか？見ます。見てわかるもんなんですか？こうはっきりわかるわけじゃないんですけど、ただうなぎのこの池の中だとまずうなぎが普段は見えないので、なかなかそれが把握できないので、この餌の時は必ずこうやって見えるんで、餌は毎日必ずチェックしないとそれを把握できないし、それを見るにあたってちょっとね、今日はね皆さんもいるし人も多いし、ちょっと時間も違うんですよ。なんで今までに比べるとちょっと出てきてる量は少ないかな。これで少ないんですか？いつもはもっと多いんで、出てきた時に泳ぎ方とかエラが両方こうちゃんと開いて泳いでるか、なんか虫とかつくと片っぽ閉じてたりとかするし、食う時の泳ぐ力っていうか勢いっていうか、そういうのもあって、やっぱ水がちょっと悪くなってくるとうなぎも機敏じゃなくなるっていうか、疲れたようなだるいような感じの泳ぎをするし、でそうやって日によってやはりこう出てくる量も違ったりするので、時間もあるし人の問題もあるし、天気とかそういうのにも左右されたりとかするので、毎日見ながら観察する。ある意味観察眼っていうか、見ながら細かな変化に気づけるかどうか。それを気づけないとそれが遅くなって、例えば
うなぎが死ぬことにつながったり、成長が遅れたりっていうのがあるけど、まあ毎日見て、その観察眼が養われれば、そういったことにいち早く気づけるし、この状態からうなぎ死ぬことってあるもんなんですか？ありますあります。病気もあるので、まだ本当出荷までは気が抜けない。いつ何時何が起きるかわからない。で、今日ここの池をやるもんですから、はいで本当は水がこうやって張ってあったんだけど、今ここから水を取りながら、この中に網が仕掛けてあって、うなぎと水を吸ってるんで、はいで、今だんだん水が減ってきてるんで、はい。この水を減らしながら、こっちへうなぎを追い込んでいく。そのために、向こうからこっちへ来るんで、今、向こうへスタンバってもらってるっていう。で、向こうの方にいらっしゃるのが、追いやるための方々です。そう人がいるだけでも、うなぎなかなか行きたがらないんで。やっぱ察知するもんなんですね。うん危機察知能力というか。そうですね。今のはね、網つけて吸ってたじゃん。はい。うなぎいなくなったので外して、あで、最後にこのホースが取り上げ場まで繋がってるもんで、あ。それの道中にうなぎがいたりしちゃいかんもんで、はい。最後もう一回水を出して、で、このチューブを吸わせたね。あで、そうそう最後出口にこのチューブが出るもんで、最後の確認でこのチューブを吸わせて、チューブが出たら、このポンプ止めて、もううなぎはいないよっていう。じゃあこのホースの先に、さっきのうなぎが全部出てくるってことですか？どうする？じゃあ、そっちに行ってます。ここが選別場ってことですか？そうこれどうやってサイズ別で選別されていくんですか？この中で手でやるわけじゃないですよね。手でやらない。手でやるに近いけど手でやらない。多分今ね、妊婦臭に言ったもんで、ここへね、木の通し目っていう、あれをね、はめ込む。ここへね、1、2、3って3つ穴が開いてるんで、はい。そこへちょうどはまるサイズで、すのこみたいな隙間が開いてるやつ。その隙間からうなぎがこう乗ってきて、この隙間より小さければ落ちる。なるほど。大きければ乗る。それを3種類はいつ。けて、4種類に選別。小さすぎるやつはまた戻ってっていう。今回のは出荷じゃないもんですから、選別をして、おそらく次出荷になるサイズのやつと選別を。これは何を見られてるんですか？テスト中は。テスト中はそれぞれどれぐらいの比率で出るか。要はそれがこの投資のサイズが合ってるか。と、ピー数がどんなもんか。手作業でこうやってるっていうのもすごいですよね。これだけ人の手をかけることにやっぱり意義はあるんです。やっぱ正確にはなるもんで、結構うなぎやっぱこう、狭いとこ行きたがるもんで、尻尾を出すんですよね。そうするともうそこでうなぎ止まっちゃうもんで、その辺はこう見ながら抜いてやったり、流してやらないと。うなぎを手引きしてあげるみたいなのをやっぱ人がやってあげると、ストレスも少しはないなくなるんですかね。で、あんまりね、過剰にやりすぎてもやっぱそれはそれでストレスにもなるもんで、うなぎはね、生産者はね、いいうなぎ作りたくてやってるんで、いいうなぎ作るためには妥協せずにやるべきことをやるっていうところ。ここって何する場所なんですか？ここは、池の方で育てられたうなぎを買い取って出荷から、選別作業へ出荷するという。うなぎの養殖全部ここに集まってくるんですか？そうですね。浜名湖で27軒組合員がありますんで、そこのうなぎは基本的にはここに集まるという。浜名湖中のうなぎが全部ここに集まるんですか？そうです。一回集まって全国あちこちに出荷するんですけどね。はい、出荷するための選別作業みたいなのをやるってことなんでね。そうですすね。なんで今からやるのがもう本当池から取り上げてきてばっかのうなぎを選別してっていう感じなんですけど、今日選別する中にデシコはありますか？これはもうデシコで育てられた池です。そうなんですね、はいもう全部デシコですか？これはデシコの中でも大きさとかランクを分けていくみたいな。サイズですね。あとは品質チェックもされるんですか？そうですね。出荷前にも品質チェックをしてで合格したものをデシコとしてうが受け取ってますので、大きくてもこれはデシコとは言えないみたいなものもあるんですか？中には正直ちょろちょろは入ってはいますけど、基本的にはもうそういうのはデシコとしては販売はしないんですけどね。なるほど。うなぎの良し悪しを見極める上で見るポイントってどこですか？ポイントはこの背中とお腹のこの白と黒のラインあるじゃないですか、はい、ここがくっきりと分かれてるのはいいうなぎ
あ、そうなんですか。あまり良くないうなぎっていうのがちょっとこの間がギラギラしちゃってたりするんですよね。ちょっとフェードかかってるようなというか。そうですね。あとはここの、今白と黒って言ったんですけど、上の黒の部分がまあ青っぽいと言いますか、こういうのは俗に青手のうなぎといっていいうなぎの一つですね。まあ昔からいいうなぎはもう青手のものっていう言い方をするものですから。浜名湖のうなぎはやっぱ他の地域のうなぎとはやっぱり違いますか？そうですね、どちらかというと小規模な生産者の集まりではあるんですけど、大手さんのようになかなか大量生産っていうのができないものですから、やっぱり一軒一軒試行錯誤してうなぎの方を育ててますので、もう人間が手間暇かけそうでてすね大事に育てているという。そうですね、素人目だとパッと見大きさがあんまり違いわからないぐらいなんですけどちっちゃいものから大きいものでだいたいどれぐらいの大きさの幅なんですか？こうグラム数でいうと。大体グラムでいうと今日この池だと小さいものが大体200グラムぐらい、大きいものだと350グラムぐらいですかね。それって普通のうなぎよりかなり大きいですよね。大体スーパーなんかでよく売られてるサイズが本当200グラムぐらいのサイズが多いのかなと。それの 1.5 倍ぐらいのやつも入ってるってことですね。そうですね、入ってます。それデシコの特徴ですか？冬から春先にかけて餌の食べ方っていうのが落ちてきちゃうんですよね、通常のうなぎですと。ただデシコで育てられたうなぎっていうのは冬とかでも餌をたくさん食べるものですから、なんでこの時期でももうどんどん大きくなりますね。一番おすすめの時期としては基本的には本当一年中一年中基本的に一年中そうなんですよね。なので一年中品質が落ちないっていうのがどちらかというと特徴なのかなと。これ身の持った感じで身質の良し悪しとかも分かるもんですか？あ、そうですね。やっぱりもうこのつまんでみるとその弾力といいますか、いいうなぎの弾力とそうでないうなぎの弾力っていうのはもう全然違いますので、なるほど。この辺はもう職人の目利きでしかないんですけど、まず大きさで選別して、触ってあとはこう色味だとかも見てチェックして、これはデシコと言えるというものにデシコの認定を与えるみたいな。で証明を与えて、デシコとして出荷。この後は一通り選別終わってからまた品質管理みたいな工程があるんですか？まずはこれ粗選別なんですよ。基本的にその 200g ぐらい 250g ぐらい 300g 以上っていう感じで簡単な仕分けをしまして、こちらの立て場で一晩うなぎをその落ち着かせるんです。でここで養殖場で、うなぎに入ったその泥を剥がしたり、一晩置くことによってうなぎのストレスを緩和してあげるもんです。池からこの中に取り上げられてストレスが溜まっちゃってる状態なもんですから、身質を柔らかくしてここで休ませてから出荷すると。ここから直で飲食店さんとかが買うこともできるんですか？できますよ。はい、そうなんですね。買い方としてはもう箱買いですか？基本的にうなぎはキロ売りでになるもんですからね。デシコでお願いしますみたいな買い方もできるってことですか？そうですね。はい。デシコ以外も当然売ってはいるんですよね。もちろんです。はい。もう今までずっとデシコ以外でやってましたので。そうですよね。まだデシコ自体はまだ始まって数ヶ月なもんですから。デシコを初めて食べた時とかってやっぱ違いました？全然違いますね。どう違いました？いやもう本当に食べたもう食感、油の乗りなんかがもう全然違いますので。この組合の皆さんにも衝撃が走ったみたいな。そうですね。そんなすごいうなぎなんですね。食べなくてもこの見た目でもう全然いいうなぎだなっていうのがすごい分かりますんで。でも浜名湖全体の皆さんの思いが詰まった壮大なプロジェクトなわけですね。楽しみですね、これからも。どんどん全国の皆さんに知ってもらって、食べる側の人もそうですけど飲食店側の方々もぜひ知ってほしいですね。これはこんなに美味しい養殖うなぎがあるんだと、もうこれから楽しみですね。今日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。今日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。やっぱ生きのいいうなぎだと暴れちゃうんですか？うちのは太いんで余計に浜名湖で使っている最大の大きさだと思いますよ。なので暴れるんですよ。暴れるんですね。氷締めとかするんですか？そうですね。落ち着かせて、仮死状態にしてみたいな。そうですね。はい。なるほど。やっぱ包丁研いでおくっていうのは重要ですか？そうですね。あまりに切れないとおろしにくいですね。
めちゃくちゃでかいですね。大きいサイズをあえて寄ってもらってますね。これ何グラムぐらいあるんですか？これで 500g あるみたいですね。やっぱりサイズが大きい分力がしっかりしてますね。あとは氷で締めてるんですけども、締めが甘かったりするとまた身が元気というか。まだ生きていると身も硬いんですね。そうですね。骨もなんか大きいですね。そうですね。もう身がピクピクっと動いてるような、まだ身が生きていますね。やっぱりレバーとかその辺の内臓系も大きさ違いますか？ちょっと今のはそこまで違いないんですけど、違うやつはやっぱり全然違いますね。すごくこう肝がふっくらというかぷっくりしてると言いますか。そこ切れ目入れるのはなんか重要なんですか？やっぱりこう焼いた時にキュッとこう身が縮まるので、それがこうふっくら焼き上がるように包丁を入れとくっていう。触ってみて分かるもんですか？このうなぎ違うなみたいな。身の色とか白っぽい身よりは飴色がかったと言いますか、そんな感じの身の時はまた特に美味しいですね。他のうなぎと比べても色は綺麗ですか？色はそこまでこう違いは他のに比べてっていうのはあれなんですけど、触った感じがやっぱり皮とか身が柔らかいですね。大きいけど柔らかいっていう感じです。そうです。はい。さばいてる感じだとなんか結構弾力ありそうな感じに見えはしたんですけど。それでもやっぱり普通の養殖のうなぎだともっと硬いですね。あ、そうなんですか。はい。であとは特殊な焼き方をして、ちょっと余分な油は落としつつ焼き上げるんですけども、串打ちは逆にこれは身が厚いんで意外と普通のうなぎよりは楽だったりするんですか？身も柔らかいので普通のうなぎよりかは打ちやすいかもわからないですね。皮目ギリギリを狙って串打ちするんですか？真ん中あたりというか。真ん中あたりですか？はい、皮ギリギリだとそこから抜けてしまうことがあるので、身の真ん中あたりですね。なるほど。すごい。さばくのに3年、串打ち10年、焼きは一生みたいに言うじゃないですか。はい。やっぱりすぐにできるものではないんで、やりながら時間もかけながらこう自分の中で経験していって、その中でこう上手にできる方法っていうのにやっぱちょっと時間かかるとは思います。またデシコを扱い始めてからも少し慣れるのには時間かかりますか？デシコは本当に普通のうなぎより皮とか身も柔らかいのでおろしやすい感じはありますね。普通のうなぎよりかは。焼きは逆にちょっと難しいんですかね？どういう加減で仕上げていくかっていうのにもよるんですけども、見極めですね。どの程度まで焼いて、タレをのせていくのかとか、あとはどれぐらいこう油を落として焼き上げていくのか。はい。今これは何されてるんですか？これは、皮に穴を開けて、これでまた焼くことによって余分な油が皮からにじみ出てくるんですね。それによって自分の油で皮を揚げ焼きしてるっていうような状態になりまして、最終的に焼き上がりがパリッとしたうなぎになります。それはデシコだからこそそうですね。こうされてるんですか？やっぱり特に油が乗ってるうなぎなので、やっぱこの作業はデシコには特に必要かなと思います。デシコを使おうと思ったきっかけとかあるんですか？うちの会社の社長が関わりがすごくあって、でこういう商品があるっていうので試作というか、味見の段階とかでいろいろ協力させてもらっていて、じゃあこれを使ってみようということでうちの店舗で率先して使っていく形になりましたね。初めて食べた時の思い出とか印象的だったことあれば？衝撃でしたね。今まで食べたうなぎとはやっぱりもう全然違ったイメージですね。うなぎはどれぐらいやられてるんですか？僕はでもここに来てからが結構メインっていう感じだったので、5年ぐらいですかね。でこの開けたことによってこの油がこう皮にじわじわじわっとこう本当ですね。にじむんですね。浮き出てますね。でこっちは白焼きにするように、今塩を振った状態です。もう一度皮焼きますね。長年うなぎを触ってきた中でやっぱ本当衝撃だったんですね。そうですね。プロの方でも衝撃受けるんですか？はい。油がじわーっと。一般のお客様が召し上がっていただいても本当にやっぱり美味しいって言っていただけますし、自信持っておすすめできますね。どんなところが一番衝撃でした？食感なのか油なのか？うなぎっていうとやっぱりこう皮がちょっと硬かったりとか、大きいサイズになるとっていうところがあったりするんですけども、そういうサイズが大きくても皮が柔らかくて、で身がふわふわ、それはやっぱりこう脂があって、メスうなぎの特徴だと思うんですけど、全くその引っかかるところがないと言いますか、本当にこうスッと全てが美味しく入っていくっていう、ある意味究極のうなぎってことですね。そうですね。もう僕が経験した中ではもう、ダントツに美味しいうなぎですね。
油が表面で踊ってますね。そうですね、もう溢れ出てますね。もう少し。白焼きとかば焼きどっちを食べてほしいとかありますか？初めての人には。本当にもうどっちも甲乙つけがたいんですけど、僕は結構やっぱり白焼きも好きなのでですね、白焼きも召し上がっていただきたいですね。綺麗なきつね色ですね。そうですね。これはやっぱ揚げ焼きにならないとこの色にはならないですね。であとはさっきのその皮のバリっていう感じはやっぱりこの皮がしっかり揚げ焼きされてるのでバリッとこう焼き上がってるっていう状態ですね。こっちはかば焼きで。そうです、タレはもう継ぎ足しですか？そうですね、はい、もうずーっと、うなぎの旨味が蓄積されてるんですね。そうですね。何回もつけて焼いてつけて焼いてを繰り返すんですね。大体2回程度ですね。香ばしい香りでコーティングするみたいな感じですかね。そうですね。どれぐらいになったらできたって判断してるんですか？焼き色ですね。これだともう少しいきたいと思います。ちょっと見た目焦げてるじゃないんですけども、それに近いぐらいまでいった方が香ばしい香りがやっぱり出るので。軽く焦げてるぐらいがいいそうですね。これぐらいですかね。で最後皮目をもう少し焼いて、はい、で完成っていう感じですね。すごい香りいいですね。やっぱパリッとしてますね。そうですね。皮が揚げ焼きされてますね。パリッとはしてても皮が厚すぎるわけではないんですね。そうです、はい、食べていただくと分かるんですけどサクッという感じで全然硬くはないですね。口に残るホルモンとかゴムのような感じは一切ないとないですね。その皮下の、うなぎってこうゼラチン質みたいなのがあるんですけども、それも一緒にこう流れ出てるので本当にこうパリッとちょっとこうゴムのようなぐにゃっとしたような感じはもうないですね。でこちらがちょっと分かりにくいんですけど、浜松で作られている山椒ですか？そうです。ちょっと山手の方の春野町っていう場所があるんですけども、そちらで作られている天狗山椒っていう山椒なんですけど、これがまた色もすごい綺麗なんですけども香りもめちゃくちゃ良くて、本当にこれがあるとうなぎがまた数倍美味しくなります。それを一緒に添えさせてもらってます。はい、ありがとうございます。薬味がニンニクと白焼きの方ですね。ニンニクですか？ちょっとね珍しいんですけど、これがまためちゃくちゃ美味しくて。あ、そうですか。うなぎの油にやっぱりニンニクが負けずに相乗効果でめちゃくちゃ美味しいです。あとわさびと。さっぱり食べたければわさびで。そうですね。あとはそうですね、海苔もじゃあちょっと一緒に。海苔もめちゃくちゃ美味しいので、これが浜名湖で取れる新海苔なんですけども、香りがすごくいいので。海苔巻きみたいな感じで食べるんですか？そうですね。あとこれとわさびを一緒に召し上がっていただくと香りの相乗効果でこんな感じですね。ありがとうございます。料理長美味しかったです。ありがとうございます。なんかびっくりしたの、骨が全くないというか、ほぼそのちょっと見えてても一切感じない。全体食べてたらどっかの部位では骨太のところあったりするかなとか思ってもいたんですけど、全然どこ食べても骨細くて口当たりがまろやかで美味しかったですね。ありがとうございます。やっぱりそこはもうメスうなぎの特徴だと思います。骨も皮も身も柔らかい。尻尾の部位はまたちょっとだけ身が薄い分もっとカリカリ感が味わえて、部位の違いも味わえるような、どこ食べても美味しいみたいな、全部美味しいです。ありがとうございます。尻尾は尻尾でやっぱりよく動くので、筋肉質なところもあって身はあれはあれで美味しいですね。旨味が濃縮してるんですね。そうですね。それがデシコだとふわっとした身になるっていう感じで美味しいですね。一番衝撃受けたのはやっぱニンニクですね。塩ニンニク、これはもうどこ行っても食べれない。真似しても多分こうはならないですよね。デシコじゃないと。ニンニク食べるっていうのは美味しいのは美味しいんですけど、やっぱりここまでのパンチ力といいますか、旨味のこう爆発する感じはやっぱりデシコとやっぱり生ニンニクっていうのがいいと思います。いや本当美味しかったです。ごちそうさまでした。いえ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてこのようなお店をはじめとして特別な食体験を一緒にする仲間が欲しくて、会員制のグルメコミュニティを立ち上げました。入ってくれた方は絶対に損させないので、興味ある人はぜひ概要欄を見てください。またこの動画を見て美味しそうだな、行ってみたいなと思った人は高評価をお願いします。もっとこういう動画を見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた方はチャンネル登録もお願いします。それではまた。